防波堤、磯、サーフなど様々な場所でエギングを楽しむ釣り人の姿を見たことがあるかと思います。アオリイカは広い範囲に分布し、北海道より南の日本各地で楽しめるターゲットです。エギングはシンプルな道具立てで誰にでもエントリーできるし、一杯目を釣るのはそれほど難しくありません。しかし、その釣りのテクニックは深く、だからこそ非常に人気の釣りなのです。今回はアオリイカの特徴とポイント選びと題してお届けします。では始めていきましょう。今回の結論は次の通りです。春は産卵、夏は孵化、秋は成長、冬は深場。それでは今回の目次です。アオリイカの四季の動きと戦略。アオリイカの寿命は1年。知っておくと役立つアオリイカの基礎知識。エギングのポイントは無数にある。アオリイカが釣れる主なフィールド。堤防、港で狙ってみたい主なポイント。アオリイカが釣れる地合。この7つについて解説します。アオリイカの四季の動きと戦略。アオリイカの寿命は約1年と言われています。4月から6月にかけて産卵された卵から孵化した小イカは、小魚やエビなど様々なものを捕食して成長し、初秋には 100g から 200g ほどのいわゆるコロッケ、とんかつサイズになります。その後も捕食を続け、季節が巡ってまた春の産卵を迎える頃には 1kg から 2kg ほどに成長し、産卵を終えると寿命を迎えます。春は大型のアオリイカが狙いやすいシーズンと言えます。ただしアオリイカは熱帯にも分布する南方型のイカです。そのため活動の適水温は比較的高めです。水温の低い冬場は低活性で深場にいます。産卵のために春の活動を開始するのは水温15度を超えた状態で安定してからになります。20度前後になれば産卵シーズンの最盛期を迎えます。したがってとりわけ春は水温計で水温をチェックしながら釣るのが効率的です。夏場の高水温には強いですが、さすがに30度を超えるような場所では活性が下がり、深場の涼しいところへ行きます。ただこれはアオリイカ自体が高水温を苦手としているのではなく、捕食対象の小魚類などが高水温を嫌がるためとも推測されます。また、アオリイカは種名として命名されているわけではありませんが、種類がさらに白イカ、赤イカ、クワイカの3つに分けられます。日本で釣れる標準的なアオリイカは白イカです。赤イカは黒潮が洗うような伊豆諸島や南紀などで釣れる種類で、サイズが非常に大きくなるのが特徴です。最大で 8kg またはそれ以上のものも確認されているといいます。逆にクワイカはそれほど大きくならない種類のようで、沖縄などの一部に生息するようです。捕食に関してはアオリイカはかなり攻撃的です。色覚は単色しか見えないとされるものの、視覚そのものは非常に優れていて、また視界もほぼ自分の体の周囲全体が見えているといいます。その優れた目で獲物を見定め、腕を細めた状態で獲物の後ろに回り込んで静かに近づきます。そして2本の触腕を瞬時に伸ばして捕まえ、8本の腕に持ち替えて包み込み、例えば相手が魚の場合だと鋭いくちばしを使って頭を落とした後、悠々と捕食します。イカがエギを抱いてから合わせまでに時間がかかると、エギの背中に噛み跡がつきます。イカがエギにかかった場合は、ロートから水を噴射しながら泳いで逃げるイカ類独特のファイトが堪能できます。噴射方式で推進するため、急な方向転換はできず、泳ぎ方は直線的です。なので、魚類よりもファイト自体は楽なはずです。以上のようなアオリイカの生態のアウトラインを知っておけば、実際にエギングを楽しむ際にも、ポイント選びや攻め方などに役立てることができるので、ぜひとも覚えておきましょう。例えば秋、アオリイカが生まれてすぐの新子の時期は、
好奇心旺盛なコイカたちが沖から数杯の群れで勢いよくエギを追ってきます。小型のエギをその目の前に止めると、うまくいけばイカはエギを抱き、何かがうまくいかなければ寸前で見切られます。その攻防に釣り人は熱くなるわけです。また、春に産卵前で大きく成長したイカは、比較的水深のあるところでの釣りになるため、イカの動きを見ながら釣るということはありませんが、それでも回収寸前のエギに 2kg を超えるような大イカがついてくる姿が見えたりすることがあります。このように日中のアオリイカ釣りで面白いのは、エギに対するアオリイカの反応がよく見えるところです。そこにエギングが人気になった理由があります。だからこの釣りでは水中がはっきり見えるよう、ぜひ偏光グラスをかけて楽しんでみましょう。アオリイカの寿命は1年。夏に生まれたアオリイカは翌年の春に産卵し、一生を終えます。そのため基本的に夏はオフシーズンになりますが、すべてのイカが同じサイクルで動くわけではありません。産卵の期間は3月から9月の間で個体差があります。したがってほぼ一年中狙えるということになります。大まかな季節ごとの特徴を解説します。春は産卵の時期です。卵はカジメなどの海藻の根元に産みつけられます。夏は寿命が尽きる時期です。また同時に孵化の時期でもあります。そのため春イカは数回産卵し寿命を迎え、卵は約1ヶ月ほどで孵化します。秋は成長の時期です。夏から秋にかけての水温が高いと大きく成長し、数も多くなります。冬は深場に落ちる時期です。暖かい海へと回遊するという説もあります。特に日本海側は回遊説が強く、深場に落ちる傾向にあります。アオリイカのメインとなる春と秋について詳しく解説します。春は大型狙い。越年したアオリイカは冬は水温の安定する深場に落ちたり、暖かい海へと回遊します。そして春、産卵のため大きく成長した個体は浅場に上がります。これを狙うのが春イカの釣りです。1kg オーバーが釣れたら十分大物です。秋は数釣り。生まれた小イカが成長のため荒食いするのが秋シーズンです。食欲が警戒心に勝る時期なので、エギにもイージーにアタックしてきます。エギを追う小イカの姿が目視しやすい時期で、水温が高ければアオリイカの成長も早くなります。知っておくと役立つアオリイカの基礎知識。オスとメスの見分け方。オスは体表面の模様が横棒状。メスは不明確な丸状になっていることから区別できます。また、秋頃まではサイズの違いは出ませんが、春になって該当長が 20cm 以下だとメスが多く、30cm 以上になるとオスが 80% 以上を占めます。視力はとてもいい。脳の認識力は別として、脊椎動物とほぼ同じ構造の発達した大きな目を持ちます。スミシオなら10メートルから20メートル以上遠くにあるエギにも反応してきます。夜も目が利くようですが、照度の高い満月周りの方が捕食は活発です。あらゆるベイトを捕食。基本的には魚類が好物と言われ、野猿釣りの餌としても使われるアジのほか、イワシ、ベラ、ボラ、メジナ、カレイなどを捕食します。また、エビやカニなど何でも貪欲に捕食します。エギングのポイントは無数にある。アオリイカは北海道の一部を除く日本の沿岸、ほぼ全域に生息しています。南の方が魚影が濃く、サイズも大きい傾向はあるものの、一概にそうとは言えず、例えば秋の日本海ではサイズはともかく、1人100杯という釣果もそれほど珍しくはありません。ポイントも堤防、磯、サーフなどどこでも釣れます。ただし、汽水が濃いところは苦手のようで、水量豊かな川が流れ込むベイエリアの奥などでは釣果は下がります。
堤防は足場も良くアクセスが容易だということもあり、アオリイカ釣りの最も代表的なポイントです。特に秋の場合は港のどこにでもいる可能性があります。堤防先端、外向きのブレイク周辺、堤防足元や内向きの三尾筋周り、付け根の浅い磯場など、あらゆる場所を探ってみましょう。春は船道や沖のブレイクなど深場が隣接し、かつ産卵場となる海藻が生えている周辺をじっくり探ります。海藻帯は偏光グラスで海を覗くと海底が黒っぽくなっているのが見えるので判別できます。根がかりに気をつけながらその周辺を狙いましょう。磯は足元が滑りやすかったり歩きづらかったりと何かと危険がつきものです。だからこそライバルの数が少なく餌木に擦れていないフレッシュなイカが狙える場所になります。しかしスパイクブーツ、グローブ、もちろんライフジャケットなど安全装備を万全にして臨みましょう。磯の攻略で大切なのは潮の流れをしっかり読むことです。払い潮を沖へと払い出す流れが当たっている根や海藻帯周辺が釣りやすくなります。逆に当て潮を手前に寄せる流れは餌木が手前に寄せられて操作しづらくなります。そして意外と穴場なのがサーフです。だらだらと長く伸びるサーフではポイントが絞りにくいように思いますが、取っ手や払い出しの周りを集中的に攻めると思いのほか確率よく釣れます。アオリイカが釣れる主なフィールド、堤防、港。堤防の先端が人気になりがちですが、付け根や構内でも釣れます。一度釣れた場所は覚えておきましょう。そこはイカが接岸する要因のあるスポットになります。磯。岬の先端付近、根回り、海藻周りを重点的にチェックしましょう。地磯だけではなく、渡船を利用した沖磯でのエギングも超過実績があります。サーフ。遠浅サーフよりも急深サーフの方がエギング向きです。波をかわしながらエギを操作するのには9フィート以上のロングロッドを使うと便利です。堤防、港で狙ってみたい主なポイント。海藻周り。アオリイカの産卵場所はカジメやアマモなどの海藻帯になります。ただ、日中に産卵行動に入れば積極的に捕食しません。朝、夕間詰め、夜の方が釣れやすくなります。堤防周り。港は出入りする船が底をすらないよう沖に向けて溝が掘られています。それが船道です。駆け上がりや深場などの地形変化を作り出す好ポイントになります。堤防先端は潮通しが良く、1年を通じた一級の釣り座です。船道も隣接するため地形変化があります。先端自体も流れが変化する好ポイントなので手前から投げていきたいですね。アオリイカが釣れる試合。アオリイカが釣れやすい時間帯は真詰め時と夜になります。捕食時間帯は基本的に夜が中心と言われています。餌たちの活性が高い朝夕間詰めもチャンスです。成長期の秋イカは一日中食いが立っています。しかし日中でも釣れないことは全くありません。春シーズンも昼間の明るい時間帯で釣ることは十分可能です。特に秋シーズンはエギに寄ったり離れたりするイカの反応を見るのが楽しいです。エギングの魅力の一つでもあるサイトフィッシングです。運が良ければ春でも大型のアオリイカの接近に出会えることもあるでしょう。身近で楽しめてアオリイカを誘うアクション、アオリイカがエギを抱くドキドキ感など、これらが相まったことがエギングが大人気となったゆえんなんでしょうね。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。